1997年から1998年にかけて、この農場地帯の周辺で、ホームレスの失踪届が複数出ている。別々の管轄に分散していたから、ハイナーは地図を広げた。1997年11月、ドイツ、ハンブルク郊外の山間農場地帯で、1台の車が崖下に転落した。霧が濃かった。気温は零下に近く、道路は凍結していた。現場に駆けつけた警察官は、運転席に男性の遺体を確認し、調書にこう記した。視界不良による単独事故、死亡1名、それだけだった。捜査は3日で終わった。ファイルは封じられ、棚の奥に押し込まれた。誰も疑問を口にしなかった。疑う理由がなかった。少なくとも、表向きは、時計の針が、ゆっくりと回った。10年、20年、30年、2026年春、ハンブルク州警察の冷蔵案件再調査チームが、倉庫の段ボール箱からそのファイルを引き出した瞬間、担当刑事の手が止まった。添付されていた1枚の書類、保険金請求書、支払額、当時の換算で42万ユーロ、受取人の名前は、被害者本人ではなかった。調べが進むにつれ、事件の輪郭が歪み始めた。ブラックボックス映像の存在が、記録に残っていた。しかし、実物は廃棄済みとされていた。目撃者として名前が挙がっていた男性は、翌年に転居し、その後の消息が途絶えていた。保険会社への申請書類には、同一の筆跡が複数のページにわたって確認された。そして、捜査官が最も凍りついた事実は、別のデータベースから浮かび上がった。1997年の秋から翌年にかけて、ハンブルク市内及び近郊で、公的記録から姿を消したホームレス状態の人物が、127名に上っていた。失踪届は、ほぼ出されていなかった。身元を保証する者が、誰もいなかったからだ。127という数字が、静かに、しかし確実に、捜査ファイルの中心に据えられた。一件の交通事故、42万ユーロの保険金、そして、127人の消滅。これらは、偶然なのか、それとも、最初から設計されていた構図なのか。次に明らかになるのは、消えた人々が、事故の起きる直前に何をしていたか、その日常の記録だ。1997年、秋、ドイツ北部の空は、低く、重く、垂れ込めていた。ハンブルク郊外の山間農場地帯、舗装されていない道が、霧の中へ続いていた。その季節、この地域に集まってくる人々がいた。住所を持たない者たち。名前を呼ばれることが、長い間なかった者たち。彼らの一日は、夜明け前から始まった。農場の裏手、木造の仮設小屋、板張りの床に、薄い毛布が並んでいた。起き上がる者、まだ横になったままの者、咳をする声が、静寂を破った。日雇い労働の斡旋所が、毎朝7時に開く。そこへ向かう列はいつも長かった。IMG、1997年秋、ハンブルク郊外の霧に包まれた農場地帯の夜明け前の風景。一人の男がいた。仮に、クラウスと呼ぶ。当時50代、元工場労働者。工場が閉鎖されたのは、1994年のことだった。それから3年、彼は、この地に流れ着いた。クラウスは無口だった。他の者と群れることを好まなかった。毎朝、斡旋所へ向かう前に、農場の外れにある古い水道管で顔を洗った。その習慣だけが、彼に残った規律だった。1997年10月の朝、気温は5度を下回っていた。斡旋所の掲示板に、新しい張り紙があった。農場敷地内、輸送補助作業、日給80マルク。クラウスは、その紙を、しばらく見ていた。80マルク。当時の日雇い相場より、20マルク高かった。IMG、1997年当時のドイツ、
農場の求人掲示板を見つめる労働者の後ろ姿。その日、作業を申し込んだ者が何人いたか、記録は残っていない。斡旋所の台帳は、後に消去されていたことが判明する。ただ一つ確かなことがある。その朝、申し込んだ者の多くが、その後、二度とこの地に姿を現さなかった。消えた、という表現では足りない。痕跡ごと、亡くなった。住所がない者の失踪は、届け出られない。保証人がいない者の消滅は、数字にすら、なりにくい。127という数字が確定するまでに、30年かかった。彼らがその日の朝、何を考え、どこへ向かったのか、それが明らかになるのは、事故現場の記録が再び開かれる。その瞬間だ。1997年11月、ドイツ、ハンブルク郊外、その朝の気温は、零下3度だった。山間部に広がる農場地帯には、濃い霧が低く垂れ込めていた。視界は、10メートルを超えなかった。午前6時17分、1台の貨物トラックが、州道 B431 号線の急カーブで、ガードレールを突き破った。崖下まで、およそ22メートル。落下したトラックは横転し、荷台が大きく裂けた。最初に現場へ到着したのは、近隣の農場主だった。彼は後に、こう述べている。煙が上がっていた。でも、叫び声がなかった。誰も、助けを求めていなかった。その一言が、30年後に、全てを変える。現場検証は、2時間以内に終了した。ハンブルク州警察の記録によれば、運転手は軽傷、同乗者はなし。事故原因は、路面凍結による操作ミス。処理は、淡々と進んだ。ページ1枚、署名1つ、それで、閉じられた。だが、農場主の証言は、記録に残らなかった。調書には、目撃者なし、と、明記されていた。彼は確かに、その場にいた。確かに、煙を見た。確かに、静寂を聞いた。それでも、彼の名前は、どこにも現れなかった。書類の不在は、偶然ではない。トラックの登録名義は、ハンブルク市内に住所を持つ貿易会社だった。設立は、事故の4ヶ月前。資本金は、形式上の最低額。役員は1名。その人物の顔写真は、登録書類に存在しなかった。保険契約は、設立から3週間後に締結されていた。契約総額、80万ドイツマルク。トラックに積まれていたとされる。精密機械部品の庭。現場からは、何も発見されなかった。荷台が裂けた、とされていた。それでも、部品は一つも、落ちていなかった。霧の中に、消えたのか、それとも、最初から、なかったのか。現場写真は、11枚撮影された記録がある。だが、保管されていたのは、3枚だけだった。残り8枚が、どこへ行ったのか。当時の捜査員は、もう定年を迎えていた。ファイルは倉庫の奥。段ボール箱の底に、30年近く、眠り続けた。それが再び開かれるのは、2026年の春。一人の若い捜査官が、別件の照合作業中に、あの農場地帯の名前に、目を留めた瞬間だ。IMG。2026年、薄暗いアーカイブ室。段ボール箱が積み重なる棚の前に、若い捜査官が立っている。2026年3月、ハンブルク州警察の資料保管室。その若い捜査官の名は、マルクス・ハイナー。当時34歳。別件の照合作業を担当していた。経験5年の捜査員だった。彼がデータベースに打ち込んだのは、ある農場地帯の地名だった。検索結果に、一件のファイルが浮かんだ。登録日、1997年11月。ステータスは、処理済み。だが、添付書類の数が、おかしかった。報告書には写真11枚と記録されている。保管されていたのは、3枚。残り8枚の所在を示す記録が、
どこにもない。ハイナーは手を止めた。IMG。ハイナーがモニターを見つめ、眉を潜める表情のクローズアップ。削除ではない。遺憾でもない。ただ、消えている。それが意味することを、彼はすぐに理解した。意図的に、誰かが抜き取った。あるいは、最初から提出されなかった。翌朝、ハイナーは上司のデッカー警部に報告書を提出した。1997年の交通事故案件に、記録の欠損が確認されました。再照合の許可を求めます。デッカーは資料を30秒ほど眺め、署名した。それが、30年間眠り続けた事件の正式な再起動だった。IMG。古いカルテと現代のデジタル資料が並んで映し出されるシーン。再調査チームは4人で編成された。ハイナーを含む若手3名と、かつてハンブルク郊外の案件を担当した経験を持つ、ベテランのイルゼ、フォーゲル捜査官、61歳、定年まで、残り1年だった。フォーゲルは最初の会議でこう言った。この地名に、覚えがある。室内が、静まった。彼女が続けた。1997年から1998年にかけて、この農場地帯の周辺で、ホームレスの失踪届が複数出ている。当時は関連付けられなかった。別々の管轄に分散していたから、ハイナーは地図を広げた。失踪届の住所をプロットしていくと、それらはすべて、あの農場から半径20キロ以内に集中していた。件数は、この時点で把握されていたものだけで、43件。だが、後の調査でその数は、大きく上回ることになる。IMG。地図上に点が広がっていく映像。農場を中心に、同心円状に失踪地点が集まっている。43という数字が、捜査チームの空気を変えた。単純な保険金詐欺ではない。そう全員が感じた瞬間だった。では、最初に名前が浮かんだ人物は誰か。農場の登記簿には、一人の男の名前があった。ヨハン・クラウゼ。1997年当時、52歳、農場経営者であり、事故当日の第一発見者でもある人物。彼のアリバイは、当時の記録に、極めて詳細に残されていた。詳細すぎるほどに、IMG、山間の農場、薄霧の中に浮かぶ一軒家、記録台帳のアップ。アリバイとは、何か、無実の証明ではない。準備の痕跡だ。1997年9月、ハンブルク郊外の山間農場地帯、ヨハン・クラウゼ。当時52歳。彼の名前は、あらゆる書類の冒頭に記されていた。農場の登記人、事故の第一発見者、そして最初の通報者。捜査チームが彼の記録を開いたのは、2026年の春だった。30年前の書類は、黄ばんでいた。しかし、内容は鮮明だった。鮮明すぎた。事故当日の午前6時14分。クラウゼは地元の食料品店で買い物をしていた。レシートがある。午前7時22分。農場から3キロ離れた給油所で燃料を入れた。記録がある。午前8時5分。隣村の教会で習字の礼拝に出席した牧師の署名入りの証言書がある。IMG。色あせたレシート。給油記録。教会の出席簿が並ぶ。3枚の証拠。3つの場所。3人の証人。完璧だった。捜査官の一人が静かに言った。完璧すぎる。と、通常、人は自分の行動を事細かに記録しない。朝に買い物をして、給油をして、礼拝に行く。それは日常だ。日常に、証拠はない。ところがクラウゼの行動には、すべてに紙が残っていた。まるで、証明されることを前提として動いていたように。IMG。1997年当時のクラウゼの農場周辺地図。赤い点線が行動ルートを示す。再捜査班は、証人たちに当たった。食料品店の店主は、すでに個人。給油所は、2003年に廃業。教会の牧師は、
91歳で施設に入居していた。記憶は薄れていた。しかし、書類だけがくっきりと残っていた。捜査官は給油記録の日付をもう一度確認した。1997年9月14日、事故が報告された当日だ。給油量は11リットル。農場から給油所までの距離は3キロ、往復6キロ。11リットルはどう計算しても多すぎた。沈黙が部屋に満ちた。IMG、給油記録の数字のクローズアップ。蛍光ペンで丸がついている。数字の一つがずれていた。ほんの少し。しかし、ずれはずれだ。失踪した127人と、この給油記録がどうつながるのか。クラウゼは今、どこにいるのか。答えは、次のひとしきれから姿を現す。IMG、古びた木製の証言台。上に置かれた薄い書類の束。窓から差し込む光が塵を照らしている。目撃者の名前はエリカ・ホルマン。当時52歳。農場から南へ2キロの集落に住む女性だ。1997年9月、彼女は警察の聴取を受けていた。事故当日の午後、付近で何かを見たという通報が捜査官の手元に届いていたからだ。しかし、その証言調書は薄かった。わずか3ページ。再捜査班がその書類を広げたとき、最初に気づいたのは余白だった。質問欄の多くが空白のままになっていた。聴取が途中で打ち切られた痕跡だ。なぜ止まったのか。調書の末尾に小さな手書きのメモがあった。担当捜査官の署名と一項だけの補足。証言者、体調不良のため続行不可。日付は9月16日。事故からわずか2日後だ。捜査班の一人が静かに言った。この女性は今も生きているか。IMG、古い住民台帳。名前の欄に引かれた薄い鉛筆の線。エリカ・ホルマンの消息を追うのに48時間かかった。現在、彼女は81歳。ハンブルクから北へ130キロの小さな介護施設にいた。電話口の声はかすれていたが、はっきりしていた。捜査官が名前を告げた。沈黙が走った。長い沈黙だった。あの道のことですかと、彼女は言った。質問をする前に、彼女は覚えていた。1997年の9月、霧の深い朝に農道で見たものを、大型のホロ付きトラックが農場の裏口から出てくるのを目撃していた。荷台には何かが積まれていた。動かないもの、いくつもの動かないもの、言えなかった。と、彼女は続けた。あの人たちが怖かった。農場の男たちが翌朝うちの玄関に立っていたから、訪問は一度だけではなかった。9月16日の翌週にも、10月にも、彼女が最終的に転居届を出したのは、同じ年の11月、農場からできるだけ遠くへ、30年間、彼女は一言も話さなかった。話せなかったのではない。話さなかった。その違いは、重い。IMG、霧の中の農道、左右に背の高い針葉樹。遠くに、ホロ付きトラックのシルエット。捜査班は、通話を録音していた。81歳の声が、静かに刻んでいく事実。ホロの中の、動かないもの、複数。夜明け前のトラック、そして、農場の男たち。クラウゼの名前を出したとき、彼女の呼吸が、止まった。1秒、2秒、その名前を、どこで知ったのですか？答えを聞く前に、捜査官はすでに確信していた。エリカが目撃したのは、偶然ではない。あの農道は、外部からは見えない位置にある。彼女が知っていたのは、その場所を知っていたからだ。では、なぜ彼女は、あの朝そこにいたのか。その問いへの答えが、次の扉を開く。そこには、クラウゼと並んで立つ。もう一人の影がある。IMG、霧の中に浮かぶ二つの人影。
農道の終点。その男の名は、ベルナー・ハルトマン。1997年当時、ハンブルク郊外で小規模な農業機械の修理業を営んでいた。クラウゼとは、表向き、接点がなかった。記録の上では、捜査官がハルトマンの名を見つけたのは、2026年3月の再調査においてだった。廃棄処分の直前だった保険会社の内部台帳。その隅に、走り書きのような文字で記されていた一項。W、H、確認済み。たった5文字。しかし、それが全てを変えた。ハルトマンは、1997年10月の事故発生から3週間後に、ハンブルク市内の別の保険会社へ新規契約を申し込んでいた。契約対象は、農場敷地内の車両3台と、倉庫2棟。問題は、その倉庫だ。倉庫の住所は、事故現場から北へ、わずか 1.4km、あの霧の濃い農道の、すぐ先にある場所だった。捜査官は、地図を広げた。指先が止まる。点と点が、線になる瞬間だった。エリカが目撃したのは、事故ではない。彼女があの朝、あの道にいた理由も、偶然ではない。そして今、その理由が浮かび上がってきた。エリカとハルトマンは、知人だった。ただの知人ではない。1994年から1996年にかけて、ハンブルク市内の社会福祉施設で、同じボランティア活動に参加していた記録が残っていた。施設の名は、エルベ川の家。市内の路上生活者を支援する団体だ。息が詰まる。その施設を利用していた人々の中に、1997年前後に行方不明となったものが複数含まれていた。そして、当時の担当者が残した記録によれば、消えた人々の最後の目撃情報は、ハンブルク郊外、山間農場地帯への移送を示唆するものだった。127名。その数字が、再び、重くのしかかる。ハルトマンは、橋だった。クラウゼが設計した保険金詐欺の構造と、消えた人々をつなぐ。人間の橋。エリカはその橋の存在を知っていた。だから彼女は、あの朝、あの道にいた。見届けるために、あるいは、止めようとして、真相は、まだ語られていない。しかし次の扉の向こうには、1997年冬、あの農場で何が起きたかを、唯一知る人間が待っている。IMG、閉ざされた農場の門、錆びた鉄器、扉が、開いた。1997年冬、その農場で何が起きたかを知る。最後の人間、取調室の灯は、白く、冷たかった。IMG、取調室の冷たい白色と、対面する2つの椅子。クラウゼの名前が、記録に現れたのは、2026年1月のことだ。再捜査チームが押収した古い保険契約書の束。その末尾に、小さく印字された署名。フリードリヒ・クラウゼ。ハンブルク郊外、農場地帯を管轄する保険代理人として、1996年から1998年にかけて、32件の契約を結んでいた。32件。しかし実際に保険金が支払われたのは、そのうちの11件だけだ。残りの21件は、申請前に、静かに、消えた。なぜ消えたのか、捜査官たちは、その問いを3ヶ月間、追い続けた。答えは、農場の地下にあった。IMG、雪に覆われた農場跡地。掘り起こされた土壌。2026年3月。ハンブルク北東部の山間農場跡地。捜査員が土を掘った。1メートル、2メートル、そして3メートルのところで手が止まった。骨だった。一体ではない。複数。鑑識チームはその場で呼吸を止めた。後の分析で少なくとも14体の人骨が確認された。年齢層は30代から60代。身元の特定は難航した。なぜなら、彼らの多くは、住民登録のない人々だったから。ホームレス。
127名という数字が再び立ち上がる。IMG 古い失踪者リスト。黄ばんだ紙に刻まれた名前たち。クラウゼの設計はこうだ。身元のない人間を農場に集める。働かせる。そして交通事故として処理する。保険金の被保険者として仮の名前を与えた人間を。事故は演出だった。1997年12月のあの衝突も、ハルトマンはその演出の一部を担った。エリカはそれを知っていた。彼女が現場にいたのは偶然ではない。止めようとした。あるいは記録しようとした。その朝、彼女のカメラにはフィルムが残っていた。取調室の男は長い沈黙の後、口を開いた。声はかすれていた。農場に行ったことはある。一言、たった一言。しかしその言葉が30年間閉じられていた扉を音を立てて押し開けた。IMG 取調室。マイクに向かって口を開く置いた男の横顔。彼の名前はまだここでは言えない。言える時は次の扉の向こうにある。1997年冬、農場の闇の中で最後に何が起きたか、その全貌がついて明かされる。IMG 薄明かりの中、閉ざされた農場の門扉が映し出される。錆びた鉄格子。その向こうに朽ちた建物の輪郭。2026年9月、ハンブルク地方検察庁は1枚の声明文を公式発表した。1997年に発生した農場近郊の交通事故について、保険金詐欺及び複数の違法行為が認定された。たった3行、30年という時間が、その3行に圧縮されていた。IMG 検察庁の建物外観。秋の光が石造りの壁を照らしている。取調室で発せられたあの一言から3週間後のことだった。男はそれ以上何も語らなかった。弁護士が到着した瞬間、口を閉ざした。その後の尋問記録はすべて黙秘で埋め尽くされている。沈黙。それ自体が一つの答えだった。IMG 分厚い捜査資料の山。付箋が無数に貼られ、赤いマーカーで引かれた線が走る。捜査班が確認した事実は以下の通りだ。1997年の冬、ハンブルク郊外の山間農場で発生した交通事故は事前に計画されていた。事故車両には細工が施されていた。保険証書の署名日付は事故の4日前。受取人は農場の管理法人名義。数字が嘘をつかない。IMG 古びた保険書類のクローズアップ。日付欄にインクで書かれた数字。そして127名。周辺地域から姿を消した身元不明のホームレスたちの数だ。捜査班はその全員の行方を追った。追い続けた。しかし2026年9月の時点で生存が確認されたのは0名だった。0。その数字が部屋の空気を重くした。IMG 127という数字が書かれたホワイトボード。その下に名もなき人々の歌唱リスト。捜査主任は記者会見でこう述べた。事件は法的に終結した。だが127名の行方については依然として調査を継続する。声がわずかに揺れていた。ベテランの捜査官でも揺れることがある。30年分の重さはそういうものだ。IMG 記者会見所。マイクの前に立つ捜査主任の後ろ姿。報道陣のフラッシュが光る。農場は現在も存在する。鉄格子の門は閉じられたままだ。土地の所有権は今も係争中。建物には誰も近づけない。しかしその土の下に何があるのか、誰もまだ答えを持っていない。IMG 夕暮れの農場円形。煙突だけが空に向かって伸びている。1997年冬、農場の闇の中で最後に何が起きたか。取調室の男が語らなかったその夜の全貌が
次の扉の向こうで、ついに明かされる。IMG、廃墟となった農場の正門、鉄格子に絡まるツタ、夕暮れの光、関係者たちは、今どこにいるのか、その問いに、完全な答えはまだない。1997年、ハンブルク郊外の山間農場で起きた交通事故、公式記録では、単純な人身事故、として処理され、30年の時間が、静かにそれを覆い隠してきた。2026年の再捜査で特定された主犯格の男は、現在も勾留中だ。取調室での沈黙を、今も続けている。黙秘権を行使し、弁護士以外とは一切言葉を交わさない。あの夜、農場で何が起きたのか、その口が開く気配は、まだない。共犯として浮上した3名のうち、1名はすでに死亡している。2011年、ハンブルク市内の病院で静かに息を引き取った。捜査官がその名前を掴んだ時、男はもうそこにはいなかった。残る2名の所在は、現時点で確認されていない。農場の土地は、係争中のまま放置されている。建物への立ち入りは、法的に制限されている。土の下に何が埋まっているのか、それを確かめる発掘許可は、未だ下りていない。そして、127人、名前も、顔も、記録も残っていない人々。1997年の冬に向かって歩いていった人々が、どこへ消えたのかを証言できる者は、もう生きていない。記録とは、残されたもののためにある。だが、残されなかった記録は、誰のためにあるのか。2026年3月、ハンブルク検察は捜査の継続を正式に宣言した。終わっていない30年分の重さを背負ったまま、この事件は今も動いている。農場の門は閉じられたままだ。しかし、扉の向こうには、まだ語られていない夜がある。IMG、夕日に沈む農場のシルエット。画面がゆっくりと暗転する。